Take a look at it. 来た。よっしゃー。まあ何でも食うよ。それぞれのルアーがちゃんといい動きしてたら活性マックスだから今。でかいの狙い。うん。うん。おっ来た。すげえ、すげえ引き。何 ?1 キロぐらい。でっか。いいサイズ。地合いだ地合い。やばい。これ今回1かも。今回1かも。でけえ。でけえでけえ。外れんなよ。やば。やば。重かかりどころかな。慎重に。ちょっとかかりどころが悪いパターンかな。うおー、いいサイズ。よっしゃ。プロインの 140J1 投目だったね。レンさんでかい。でかい。そうですね。これも70ないぐらいですね。重いですよね。最高があって。気持ちいい。最高。今回はもう岸のね、前からで、揚げのエントリーで。ああ。気持ちいい。気持ちよすぎる。出た。ブローインで、おかっぱりで、このサイズ。やばい。このサイズ。お、フィッシュマンメジャーですか。やばい。やばい。でかい。80はないだろうな。70？ こっちこっち。どこでも。3だな。まあ、73。やばい。やばい。嬉しい一本です。じゃあ、こういう、お持ちでください。縦で。よいしょ。うん。かっこいい魚。これ、ケンさんは S で使うんだ。J。あ、J。俺も今 J です。J いいっすね。です。73センチ。かっぱり。最高の一本。気持ちよすぎる。かっこいいな。はい、寝かします。元気になった。蘇生をしました。いやー、名残惜しい。もしかしたら、この度最後の。いや、重かったですね。この太鼓。じゃあな。いやー、すごかった。楽しかった。スカーナッシュです。スカーナッシュ。スカーナッシュで飛ばしています。スカーナッシュも飛ぶんで、ちょっとハイピッチジャーク。レンジが入るので、結構深くなっちゃうから、ちょっと下のレンジで来る気がするな。ちょっと若干巻きに近いな。この止める。止まん
はい。もう夕方の5時ですね。あと1時間でしょうか。慣れだけ釣れてないんで、まあ本当は4時に上がる予定だったんだけど、まあ、俺もケンさんも何も言わず、昨日済むまでやってもらおうかなという感じでやってます。でも旅はいいですね。なんか久々いい旅をしたなって心から思える旅でした。人の優しさとか、出会いとか、魚一生懸命追い求めるとかね。もう最後の2上げ、3上げ、まだちょい上がるんですけど、ここに上げ潮が差すのはもう最後ですね。沖に早い流れが始まっちゃってるんで、だけどね、そうやって気の済むまで、このアメリカの東の果てで釣りするっていうのもいいもんです。これ5本目の動画になるんじゃないかな。だから、締めだと思うんですけど、今回ね、本当に楽しい時間を過ごしました。初日からね、5本の動画、アメリカ編いかがだったでしょうか。もしね、楽しかったとか、ワクワクしたとか、興奮したとか、そういうのあったら、ぜひコメントいただければ嬉しいです。お腹つってる。なんだ聖子ちゃんブルーフィッシュブルーか。うん。最後まで。水が食ってくるのはすごいな。ブロイ持ってきたよ。ありがとうございます。使う？今使う？暗くなるまでかね。じゃあトイレ行きたい。ああ、そうだよな。何時ぐらいですか？まあ5時。 5時。うん。一回行く？いや、もうやりきる？ストライパー面白いっすね、でも。やっぱ、いいっす。すごいっすね。これじゃん。シーバスとすごく似ててちょっと違ってみたいな、絶妙なずれ方もいいし。だけどこの潮の合わせ方とか、日本でやってきた経験がドンピシャハマるから楽しいですよね。この、もう食わないなっていう終わり方も似てるし。愛せる。でも9年経ってまた来たら釣りの楽しさは変わらずで、でも俺もケンさんも9個年取って、でもフィッシュマンとブルブルも成長したのかな。大きく成長して。そういうのを実感できるからいいですね。最後はどうなってくるのかな。ブルーブルーも、フィッシュマンも。フィッシュマンは最後どうするつもりなんですか？全然考えてない。もう考えてない。だって、どうにもなんないもんな。僕もどうなる？まあ僕は残すように、ね、スタッフ入れて形を作ってきたんですけど、生きてるうちから抜けたくなるっていうのは、ね、昔から性分で、カルマもそうだし、なんですかね、なんか、自分がいなくても回るように頑張るんだけど、自分がいなくても回るようなのを見ると、抜けたくなるんですよ。疎外感を感じてってわけじゃないんだけど、あれ何なんだろうな。自分の性分なんですよね。昔からそういうとこでも、それはいいんじゃない？うんうん。まあそう、その何か手放さないと新しいことを始められないから。新しいことを始めても、どっちもフルパワーだとしたら、やっぱりどっちもパフォーマンス落ちる。昔から走り屋のチームだったり、アウトドアサークルだったり、ゼロから作って、本当に大きくなって、飽きるって感覚でもないですけどね、なんかもう自分はいいかなっていう感じで、なんか抜けちゃうんですよね。まあでも、それで仮にいなくなったとしても、スコアは落ちるかもしれない。そんなに回ると思う。そしたらまた新たな手法というか、そうですね。その人たちに合う方法が生まれるんじゃないかな。まあそうですよね。だから俺たまにね、結構頻繁に言ってんだけど、セスナで落ちて死んじゃうかもしれない。なるほど、まあそういう旅をしてますからね。だから帰ってこないかもしれないから、頼むよみたいな。今日はちょいちょい言ってるんですよね。ドラマ起こすかな？どっちだと思いますか？起こすと起こさない。厳しい。僕も。ただね。日本の有名なところに、ブルーの米ぐらいのがいっぱいいるわけ。でそれに気づいたらもうやってくるでしょ。で浅瀬カラーに入ってきたとしたらやる気満々なやつとか、めっちゃわかる。そうですね。ブルー、さっき引っかかってたやつぐらいなら、ブロインとか、スネコン13とかがハマりますよね。だから、俺も最初、こんなブルーって言ったのよ。
で、こいつに変えて、はいはいはい。あ、それブルーっぽい。ね。なんか、今、左入って10頭ぐらいしたんですけど、自分の中ではまだ、飛ばせるんで、ヨットよりまだ30、40、追い風で、黒い 140J が90メーターか95飛んでたんで、まだ出せるなと思ったけど、でもここは出さない方がいいなと思って、確かに。ちょっと一瞬空気を感じて、なるの舞台を作ってあげようと思って上がってきました。プロアングラーにはね、舞台がありますからね。もう今までのすごい人って絶対伝説の舞台を持ってるじゃないですか。あの状況でよく、あの人がああなったみたいな。今の僕らの先輩のね、村子さんとか村田さんも忘れられない名シーンであるんで、それやっぱ作れる人間が上がってくんだと思うし。なんであの時の、それも一つあると思うして、定着記憶にしてるんだろうと思います。でしょうね。やっぱ感動するんじゃないですか。僕も村越ファンですけど、なんだろう。なんかやっぱ諦めない姿勢とか。なんか編集されちゃうから、ザ・フィッシングで30分になっちゃうけど、壮絶にやり込むじゃないですか。で、自分もテレビジョンでやられるようになった時、最初、村越さんもレギュラーやってたんで、スタッフが一緒だったんですよ。と自分の方がはるかに若いから、村越さんはちなみに何時間やるんですかって言ったら、普通に釣れる状況っていうか、出すまでだったら、別に24時間だってやりますよって。うちのバッテリーが切れるまでやったりしますね。僕も意地だってやってましたからね。でもやっぱその諦めない姿勢、諦めてないですからね、今見てて。まだ覇気が出てますよね。でも意外とこう、そういう覇気を出しつつ、もう若干心折れて、途方に暮れてる時に食ったりしますね。カメラの前だからなんか覇気を出してるフリーみたいな。実はもうダメだ。今回やっちゃったみたいな。どうしようみたいなこと思ってると突然、ベイトがルアーが弱々しくなるとか。食ったみたいな。いい感じで腹減ってきた。ステーキうまいっすよ。ね。この動画5本目の動画なんですけど、締めステーキですよ。最高のステーキ。9年前に食ったプライムリブを。俺、店まだ絵が浮かばない。ああ、僕はっきり覚えてる。冷えたら。トイレか。じゃあ行こ終わりでいい？よし、行こう。お疲れ様。なんか頑張った。惜しかったな、ヒットがな。悔しい。その悔しさが成長させるんですよ。よいしょ。ポンポンつってたよ、ポンポン。ケンさんはもう、ポンポンつってたよ。2回目やから。何回目ですか？ストライパー。2回。2回目 ?2 回目であんなポンポンしたんですか？俺も初めて来た時ポンポンつってたよ。ああでも10年後来ました。うん。わあ、水が戻った。すごい場所だな、ここ。いや、終わりだな、全部。楽しい旅だった。釣りが終わると寂しいな。また来ないとな、忘れ物になっちゃったな。でも、あれだよ、一番最初に調べてた時に、前情報がアベレージが90って言われたんだよ。そうでしょ。そういう時があったみたいで。それで来たんですもんね、最初は。最初は。だから、いやー、わかんない。9年も空いちゃったからね。よし。はい、では最後の夕飯、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。来てください。めちゃくちゃお腹空きましたよ。一切れ5。知らながら俺が感動したプライムリブは今日はないって言われちゃったけど、サーロインチップス。でかみ切りすぎたけど。で、どうですか？
うまい？うまい？激レアじゃないですか。レアで。レアでオーダーしてくれるのがいいですね。あ、うまい。うまっ。うまみすごいな。やったー。お米欲しい。じゃあいただきます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。これはワイン最高です。バイバイ。